皆さんこんにちは。 CISM のまゆみです。今日はですね、スタジオに、3週間前にカナダに到着された、本当最近ですね、ソフィーさんをお招きしております。今、ね、コロナ禍で本当にカナダに入国できるのかって皆さん、ね、不安に思われている方もいらっしゃると思うんですけども、今日ソフィーさんのいろんな、実体験をお話ししていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ソフィーです。ソフィーっていうふうに呼ばれてますけれども、一応純の日本人です。ソフィーは、私のニックネームです。これからもソフィーって呼んでください。はい、じゃあまず日本チェックインですね。まず日本どんな感じでしたかね、今日本は。はい、まずですね、やはり今コロナが非常に厳しくなってますので、いろいろな書類を出しなさいとか、飛行機に乗る前にこういう登録をしなさいとかいうことがいろいろ増えてるようなんですね。で、まず私は関西ですので、国内線伊丹空港、大阪国際空港から羽田へ行って、で羽田から乗り継ぎで羽田バンクーバー便に乗ってきたので、国際線のチェックインは伊丹空港で一緒にやってしまいましたので、はい、そこでの手続きをちょっとお話ししたいと思います。はい、まず、乗る前にエアラインの方には、カナダに関しては学生ビザを持っているかどうか、有効な学生ビザを持っているかどうかを確認してから載せなさいというふうな通達が入っていますので、チェックインの時にビザを確認させてくださいというのが入ります。もちろんパスポートは当然なんですけれども、パスポートと一緒に、学生ビザを見せなさいと言われますので、私が見せた書類がこういうものなんですが、これは実は、学生ビザを申請した時に学生ビザを出してあげますから、これが許可書ですよ、これを持ってきなさいというふうに、ブリティッシュコロンビア州の方から出される書類なんですね。はい、でこれを持って、この書類を持ってカナダに入ってから本ちゃんのこういう感じの、これが本当の学生ビザなんですけれども、これに引き換えますと、引き換える用の書類がこちらになります。でこれを見せるわけなんですけれども、私が入ってこようとした時に、伊丹空港の職員の方がやはりそれぞれの国の全部を分かっていらっしゃるわけではないと思いますので、よく分からなかったと。でここに学生ビザスタディパーミットと書いていないので、これは大丈夫なのかということで、ちょっと手続きが止まりました。でここにはスタディパーミットをアプルーブしましたよという文章が入っているだけで、スタディパーミットという題になっていないので、それをちょっと心配されていて、その時は職員の方が「ちょっと待ってください」と「羽田空港に電話して聞いてみますから」っていうふうに言われたんですね。でそこまで電話しなくても、ここにそういうふうにスタディパーミットはもう出てますよというふうに書いてますから大丈夫でしょっていうことで、カウンターでいろいろお話をして、それで乗せてもらえたっていう。でも良かったですね、無事に乗れました。ですのでちょっと時間がかかりましたので、皆さんも例えば国内線乗り継ぎで行かれる方なんかは、特にそのあたり、職員の方がよく分かってらっしゃらないこともあるかと思うので、時間の余裕を見て行かれた方がいいかなと。はい、わかりました。じゃあ飛行機に実際羽田で乗られて、機内どんなか混んでましたか？機内は私が乗った時はもうガラッガラでしたね。そうですか。はい、多分一応ジャンボ機にはなるんですけれども、全員で20人ぐらいかなっていうぐらいで。そうですか。はい。もう全然私のいたコンパートメント10列ぐらいの間に3人ぐらいしかいないみたいな感じで、で3席3席3席だったので、はい、足伸ばしてゆっくり寝てきました。はい、じゃあ機内飛行機の中でもゆっくり休まれて、じゃあカナダに、到着されて、カナダの空港のはいかがでした？スムーズに来ましたでしょうか？はい、まず人が少なかったことがありますので、どこ行っても本当にスムーズでした。まず、飛行機が到着します。で飛行機から降りますね。降りてすぐのブリッジがありますよね。ブリッジにお二人係官がいました。でその2人の係官にまずパスポートを見せるんです、そこで。で機内では一応その係官がいますので、パスポートと
入国に関する書類を見せてくださいっていうアナウンスはいただいてたんですけれども、ちょっと書類を出すのがバタバタしちゃって出せなかったので、パスポートを先に渡しました。その時にその係官の方が「スタディ?」って言われたんですね。イエスって言ったら「はい」って返してくれて、もう本当に非常にスムースに、よかったですね。はい、でそこを抜けまして、そこから、次にこうちゃんとターミナルに入ります。到着ターミナルに入ります。で歩いていったら今度下に行って入国審査に入ると。キオスクかなんか。そうですね。はい。キオスクっていう機械があるんですが、多分これ初めて行かれる方とかはびっくりすると思うんですが、機械がすごいいっぱい並んでます。もう何十台の機械があって、その機械をキオスクっていうんですけれども、その機械でまず、入国審査用の書類っていうかを出すんですね。で今は日本でも自動化系統がありますので、だいぶ似通ったような感じだと思うんですけれども、行って、パスポートをちゃんとスキャンします。でそうするとなんだっけ、顔写真を、撮ってくれるので、顔写真を撮ってもらって、でそしたら顔写真がコピーされたレシートが出ます。でそれを持って、で入国審査官のカウンターに行きます。なるほど。はい、まず最初にそれがありますので、疲れた方はその審査官のおられるカウンターを探すのではなくて、まず最初は無人の機械のところに、行っていただいて。はい、わかりました。そうすると次にじゃあ入国ね、管理官のところに行くわけですけども、やはり今回学生ビザでね入ってこられてますので、やはりこの必要な書類、大事なものいくつかあると思うんですけども、その辺をちょっと教えていただけますか。はい。まずやはり入国ですのでパスポートですね。もうこれはどこ行っても同じと。で学生ですので学生のであるということを証明するための先ほどのこの様子ですね。これですね。これがいります。でカナダの係官の方は当然知ってらっしゃるので、これが正しい書類だっていうのは分かると。そして最初に、日本にいる間にブリティッシュコロンビア州への、隔離予定、ごめんなさい、自己隔離、自己隔離のそうですね、計画書を出せと言われていて、でそれもプリントアウトしたものも持ってきなさいと、それも一緒に出しますよって言われてたんですが、それがこんな感じのものです。でこれは、ネットでまず同じ内容をちゃんと入力して申請します。でそれと同じフォーマットをプリントアウトして、そして自分で書き込みして、この紙のものを係官に出しなさいっていうふうに言われていました。なるほど。が私の場合まずそのパスポートとこの学生ビザ証明書だけを出して、こちらの隔離計画書を出せって言われるのかなと思って待ってたんですけど、何も言われずで。じゃあ管理官によるってことでしょうかね。全くそうだと思いますね。なるほど。でパスポート見ました。この学生証を見ました。OK、じゃあこれではい持ってってって言われて終わりだったという、なんだかスムーズなのかなんともないのか。カナダ政府の方から確か何でしょう、アライブキャンっていうんですかね、アプリをダウンロードしなくてはいけないと思うんですけども、そのあたりは特に問題なかったですか。はい、まずそのアライブキャンというアプリなんですけれども、わかりますか。こういうこれも開けちゃった画面なんですけれども、まず日本からカナダに入る前にこのアプリをダウンロードしなさいっていうのが今の規則になってます。でこのアプリをダウンロードして日本にいる間に自分の資料であるとか隔離先であるとかそういったものを全部入力して、そして入力したものを流します。そうすると、受け付けましたというレシートナンバーが出てきますので、そのレシートナンバーを持って入る、入国するっていうのが必須になってます今は。で、先ほどの入国審査の係官の方に「アライブキャンはちゃんとダウンロードしてきましたか?」っていうふうに聞かれますので、その時にここに出てきているレシートナンバーを見せると、そしたら「あ、ちゃんとやってるね」ということでそれだけで OK になります。なるほどね。わかりました。あとね、学校の方に今回ビザとね、行かれますので、
学校の方から来ます、入学許可証ですかね、はい、これも、ね、持っていられた方が、やはり管理官によってどこの学校行くんですかっていうふうに聞かれる時があるので、はい、その時にもう持ってるとさっとね許可証見せられますので、でも今回聞かれなかったんですよね。そうなんですね。一応持ってくる時にプリントアウトして手元に持っている方がいいですよっていうふうにアドバイスいただいていた書類の中に、例えば私の場合ですとこのカレッジの入学許可証でちゃんと行きますよという確認証明書をもらってますので、学校の方からは必ず出ますので、これもプリントアウトして一応持ってました。なるほどね。ただもうどこの学校に行くのとかそういうのは聞かれず、もしかしたらアライブキャンという先ほどのアプリの中にも全部入力してありますので、それで OK になったのかなとは思うんですが、こちらの大学カレッジあるいはユニバーシティ関係の書類は今回私の場合は必要とはされませんでした。なるほどね。はい、じゃあ無事にイミグレーションも終わりまして、それで空港からステイ先の方ですね、移動されて今度2週間の自己隔離が始まりますけれども、今回11月からちょっとカナダ政府も変わったんですよね、システムが。どんな感じなんですかね。前は毎日ね報告するっていう必要が私なかった気がするんですよね、9月とか10月でもソフィーさんはもう毎日、報告されたっていうふうに伺ったので、これ変わったのかな、最近かなって思ったんですけども、そうですね、どんな感じで報告するんですか。11月からアライブキャンを必ずダウンロードしてきて、で到着したら今度は毎日アライブキャンを通して自分の健康状態のリポートをするというのが必須になっています。で先ほどのアライブキャン、入ってくる時に一度見せますね。で入ってきました。そしたら次の日からは画面が変わります。そして今ちょっとこんな前のスクショなんですけれども、こういうふうに画面が変わります。今日あなたは何日目ですよと。でチェックインをしてリポートをしてくださいということで、そうするとこうやって、どういう状況かというのがリポートされるように、熱とか、咳がありますか、熱と、呼吸困難がありますか、っていうのがありますのでノーにして次行きます。そうするとリポートを受け取りました、というのが、これを毎日やりなさいというのが来ます。でこのアライブキャンっていう、アプリでもできますし、あとアプリでやりたくない場合はネットで同じアカウントを使っての報告もできます。とにかく毎日やりなさいというのは自分が最初に登録しているメールアドレスに必ず来ます。今日はやってくれたけど明日も忘れずにねっていうのが毎日来ます。なるほどね。これもなかなか大変なことで、でも2週間無事に終わられて、ようやくね今度自由にお買い物も行けるようになり、お散歩も行けるようになり、なりましたけども、まだでも BC 州自体がね感染者も増えておりますので、来年までまた引き続きちょっと規制のが厳しくて、自由にねいろんなところに行くっていうふうにはいかないと思うんですけれども、どうですかね、このカナダに今入られて実際そうですね、まず2週間が人によってはちょっとしんどいなとか、私なんかは割と何ともなかったんですけれども、いろいろ、そうですね、最初にまずやはり食料をきっちり確保しておかなくちゃいけないっていうのがあると思うんですが、その食料をどうやって確保するのかというような、プランに関してもアライブキャンにちゃんと入れておくとかいうのがありますので、皆さん来られる方はウーバーイートを使うとか、あとネットで、スーパーマーケットに、オーダー入れて、でデリバリーしてもらうのであるとか、そういう方法をそれぞれ皆さんちゃんと考えておいて、で例えば来たものでちょっと今までやってみたことのないような料理をしてみるとか、そういうふうな自主隔離期間にちょっと少しでも楽しめるようなプランをご自身で練られたらいいかなと思います。そうですね。はい、ありがとうございます。貴重な体験でありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、皆さんカナダは今学生ビザを持ってて、こうやってカナダに皆さん入れますので、ここカナダで皆さんをお待ちしております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。